こんにちは、ピキスタのなっこです。今日はこのソニーの α7-2 のこのスクリーンのプロテクターを剥いだ跡がすごく汚くなっちゃってるので、これで安く買えたんですけど、このプロテクターの跡が残ってるところはフィルムみたいなので、このフィルムを一度剥がして、で新しくこのフィルムプロテクターを貼っていきたいと思います。プロテクターこのまま貼ってみたいと思います。どんな風に見えるか。気泡が入っちゃってますけど、やっぱりあれですね、結構目立ちますね。さっきよりはマシだけど、オンにしたらほとんど見えなくなるけど、オフにすると光の加減でちょっと見える感じですね。そのままでもプロテクター貼ったらかなり目立たなくなると思います。剥がすと結構目立ちます。フィルムを剥がすときに使うのは、金属だと結構傷ついたりするかもしれないので、画面を傷つけないようにこういうプラスチックの何か先が細いものがあるといいと思います。このプラスチックのだと取れなかったので、ネイル用のこういうピンセットに持ち替えて外してみようと思います。ちょっと気をつけながらやってみます。この隅っこにフィルムがあるのが見えるので、せっかくなのでいろんなもので試してみます。こういうクリップとか、これは押しピンですね。今やってみた感じ、こういうここちょっと先曲がっちゃってるんですけど、眉毛とかを切るときに使うハサミ、ちょっと先がこう丸くなってるものが一番フィルムが取れそうです。これ確か100均で買ったものなので、もし試される場合はこういうのがあるといいかもしれないです。なんかここのフィルムの下にクイッと入ってくれました。これでちょっと剥げそうですね。よいしょ。意外と硬いですね。長くついてるので
慎重に指の方がやりやすいかも。すごくこう強力にくっついてるので、画面を押さえすぎて液晶がダメージ受けないように気をつけてください。こう剥がしやすい部分から端を持って、画面が可動式なんで結構浮いてくるので、ピンポイントでこう引きたいときはピンセットとかで広範囲に剥がしたいときは手でやると良さそうですね。取れました。こういうフィルムでこの真ん中が傷がついてたので、これが反射してたみたいですね。元の画面はすごく綺麗です。全然傷がないです。これに新しくまたフィルターをこう綺麗にしてから貼っていきたいと思います。このフィルム自体はプラスチックなんですけど、ガラス製のとかでもいいと思います。でこれを先に取って、この面が接着面になるので、この剥いだ内側のなので、これを剥いで結びに合わせて、綺麗に拭き取れきれてないと、さっきのフィルムが貼られてたところのフィルムの跡がボコってなってたので、ここの空気が抜けなくてちょっとこうなっちゃってますね。綺麗に画面を拭いて、完全にこういうのなくしてから貼った方がいいと思います。これ2番を次剥ぎます。この空気がちょっと入っちゃってるので、一回開けて、その時にこの
一度剥がしてゴミを取ります。内側ので、こっち側の画面の方もゴミを取って、結構綺麗に貼れました。全然最初のような傷もなく、もうちょっと空気抜いたら綺麗になりますね。もし試してみたいと思う方は多分保証外になっちゃうので、メーカーの保証に入っている人はメーカーに無料で直してもらえるか聞いてみた方がいいと思うんですけど、自己責任でやりたいっていう方はぜひ試してみてください。こういうこの先が反ってるハサミがすごく使いやすかったです。で、意外とフィルターが硬いので、こんな厚みなんですけど、後で買ったペラペラのこういうフィルム、最初に貼ったフィルムはこのぐらいの厚さなんですけど、それと比べてもかなり厚いです。硬くてガラスほどはないと思うんですけど、かなり頑丈なプロテクターなので、このフィルムを剥がすときはちょっと力がいるので気をつけてみてください。それでは、今回はソニーの液晶画面が傷がついてしまったり、コーティング剥げしてしまった時のこのフィルムの貼り替え動画でした。最後まで見てくださってありがとうございました。